おはようございます。メリカミタチです。今日はソシスモクトとランティーを使った料理を紹介します。以前にもこのソシスランティー動画を上げましたけども、今回は火を入れるときにソシスとランティー一緒に火を入れて旨味をランティーに移していきたいと思います。それでは一緒に作っていきましょう。それではまずガルニチュールを用意していきます。人参、玉ねぎ、ニンニクになります。まず人参、よく洗ったものをエプルシェしていきます。その後上と下の部分を落とします。玉ねぎも同様に根っこをつけたままエプルシェしていきます。一番上の乾いている皮は取り除いて、中が腐っていないか確認してください。ニンニクも同様にエプルシェします。ポワローも上の方の部分、黄緑色の部分を使います。真緑色の部分は使わずに中の方を使います。砂が噛んでいますのでよく洗ってください。だいたい黄緑色の部分を使います。もちろん緑色の部分はブーケガルニ用に置いておいてください。続いてブルノワーズに切っていきます。まずポワロ、このようにバトネに切り揃えてから、あとはブルノワーズに切っていきます。次も玉ねぎです。玉ねぎもブルノワーズに切っていきます。入れる順番で玉ねぎとポワロ一緒の時に入れますので、一緒に混ぜておいてください。特に分ける必要はありません。このように筋を入れて、あとはブルノワーズに切ります。人参も同様にブルノワーズに切ります。以前ランティーの火の入れ方を紹介した時は、ガルニチュールに使う野菜は大きいまま、あとランティーに火が入ったら野菜を取り出していました。ですけども今回はランティーと一緒にこのブルノワーズの野菜を火を入れてそのまま食べるようにしています。ですのできれいに切り揃えています。ニンニクは細かくしずれにしています。今回ブーケガルニを入れるんですけども、その中にクードジロフ、長寿を入れています。またブーケガルニの作り方は動画がありますので、そちらを参考にしてください。中にはいつも通りパセリの軸、タイム、ローリエが入っています。それではガルニチュールが切り終わったので火を入れていきます。まずオリーブオイルを入れて鍋を温めて、そこに先ほどしずれにしたニンニクを入れます。この時色をつけないようにじっくりと火を入れていきます。ニンニクに火が入ったところで先ほどのポワローと玉ねぎを入れて軽く塩をしてシュエ、色をつけずに火を入れていきます。塩を入れたらよく玉ねぎ、ポワロー、油が馴染むように混ぜてから蓋をしてゆっくりシュエしていきます。3、4分経ったので蓋を開けます。蓋を開けた時に内側についている水滴は鍋の中に戻してください。野菜自身の持っている水分できっちりと火を入れていきます。きっちり火が入っていたので、ここで人参を入れて、またゆっくりと火を入れていきます。この時もう一度全体的になじませてから、また蓋をしてゆっくりとシュエをしていきます。また3、4分経ったので蓋を開けます。いつもこの時、蓋の内側についている水滴は鍋に戻してください。焦がさないようにきっちりと梱包で火を入れていきます。よく火が入っていたので、ここでランティーを入れていきます。このランティーですけども、水につけることなく、水でさっと洗ったものを使います。さっと洗って、乾燥の大きい豆などは水に一晩つけたりしますけども、ランティーはさっと洗うだけで十分です。あまりつけすぎてしまうと皮が浮いてきて、形が保てません。ランティーを入れたら野菜とよくあえて、そこにソシスモルトを入れて水をひたひたまで入れます。
あとブーケガルニを入れて沸くまでは強火、沸いたら火を落として未蒸停の状態にしてランティーユと一緒に火を入れていきます。この時蓋をしますけども、片方少し開けて蒸気を逃がしながらじっくりと未蒸停、ポコポコという状態で火を入れていきます。10分経ちました。このようにだいぶランティーが膨らんできています。時々混ぜながらソシスも一緒に火を入れていきます。このソシスですけども、火を入れる前に前もって金串などで全体的に穴を開けています。もし穴を開けずに火を入れてしまうと割れてしまいますので、前もって細かい穴を全体的に入れておいてください。また10分ほど経ちました。トータル20分の吸湿になります。このように水分もちょうどいい感じに減って、ソシスもきっちり火が入っている状態になりました。一応金串を使って火が入っているか確かめます。中心まで刺して中が使ったら火が入っています。あと出てきた肉汁が透明なのできっちりと火が入っている証拠です。もちろんこれ火を入れる前に素質にいっぱい穴を開けています。肉汁がランティーユに出てソシスモルトのスモークされた味と香り、あと肉の旨味がランティーユに移っていて非常に美味しく仕上がっています。ここでソシスだけ取り上げます。それでは取り出したソシスモルトを熱いうちに切っていきます。あまり薄くスライスせずに1センチぐらいの厚さで分厚めにスライスしていきます。それでは温めたお皿に盛り付けていきます。先ほどのランティーユそのまま盛り付けます。最後仕上げにパセリのコンカッセなどを入れても非常に美味しいと思います。そこにスライスしたソシスモルト、あと軽く黒胡椒、粗くひいた黒胡椒を上からかけて、最後はマスタードディジョンを添えて完成になります。今回このランティーユ、火を入れるときに野菜とソシスと一緒に火を入れています。そうすることによって野菜の旨味、あと一緒に食べれますし、あとソシスのヒュメの香り、肉の味がランティーユに移って非常に美味しく食べれると思います。ぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティー。